子供の頃、本当は欲しかったのに手が届かなかったものってありますか？模型屋さんのガラス越しに何度も足を止めて見上げたもの、お小遣いではとても買えなかったもの。うちの社長にとってそれがサターン5でした。それから半世紀以上、あの頃ガラス越しに見上げていたロケットが今社長の机の上に立っています。高さは86センチです。もちろんそのまま作れたわけではありません。本当はもっと大きく作りたかった。途中では思わぬトラブルもありました。でも今はあの頃にはなかった道具があります。3D プリンターと AI です。ではここから少しだけ時間を巻き戻します。数日前、工作ラボに大きな箱が届きました。この中に入っているのは半世紀前の憧れを形にするための道具です。本体だけで 23.7 キロあります。片手で気軽に持てる重さではありません。設置する場所は先に決めておいた方がいいです。ここは最初の注意点です。大きく印刷できるプリンターはそれなりに場所を取ります。箱から K2 プロを取り出すと本体の中に CFS が収まっています。これを取り出して同梱の手順通りに組み立てていけば大丈夫です。そこまで難しい作業ではありません。電源を入れた後の最初のセットアップも画面の案内に従っていけば完了です。この CFS はコンボ板についてくるマルチカラー用のユニットです。フィラメントを上からも押さえる構造になっていて、段ボールスプールのフィラメントでも滑りにくい印象です。最後まで安定しておけれるのは実際に使っていて安心感がありました。フィラメントの入れ方もかなり素直です。レバーを押し込んで差し込むというより、フィラメントをそのまま入れると自然に送られていく感じがあります。細かいところですが、こういう扱いやすさは日常的に使う機械では効いてきます。そしてこのプリンターで一番気になっていたのがこの30センチ四方の造形エリアです。数字だけ見ると、標準の 3D プリンターが25センチ四方なんですね。それで30センチになっただけと思うかもしれません。でも実際に目の前にするとこの5センチの差は想像以上でした。A4 サイズなら余裕があります。2リットルのペットボトルぐらいの高さのものも一体で作れるサイズです。この広さを見た社長が最初に作ろうと思ったもの、それが子供の頃模型屋さんで毎日のように見上げていたあのサターン5でした。まず手に入れたのは NASA が公開しているサターン5の 3D データです。子供の頃は模型屋さんでガラス越しに眺めることしかできなかったロケット。今はそのデータを誰でも手に入れられる時代になりました。せっかく作るならあの頃模型屋さんで見上げていた大きさで作りたい。そう思ってまずは高さ114センチでデータを作ってみました。でも現実はそう簡単ではありません。印刷時間は30時間以上、フィラメントも 1.5 キロ以上必要になります。今回はもう少し現実的なサイズにしよう。そうしてたどり着いたのが高さ86センチでした。86センチでも十分大きいのですが、30センチ四方のプリンターにそのまま入る大きさではありません。そこで必要になるのが分割です。もちろんただ切ればいいわけではありません。組み立てた時に目立たず、しかもしっかり強度が出る場所で切る必要があります。今回はその作業を AI にお願いしました。後で1本につながるように分割して、それだけです。すると AI は目立ちにくい場所を選び、接続用のダボとダボ穴まで作ったデータを返してくれました。手作業なら少し時間のかかる工程ですが、今はこういうことも AI が手伝ってくれます。データができればあとは印刷です。3つのパーツを合わせておよそ15時間。夕方にスタートすると翌朝には全部揃っていました。でもこの3つが組み上がるとあのサターン5になります。ただ一度だけ手が止まりました。サポート材を外している途中で一番細いエンジンノズルがポキリと折れてしまったんです。プラモデルで細いパーツを折った人がある方なら何とも言えない気持ちきっとわかると思います。
でも今回はデータがあります。 AI に細くて弱いところだけ補強してとお願いすると、見えないところに芯を通したデータを作ってくれました。見た目はそのまま、でも今度はずっと折れにくくなっています。いよいよ組み立てます。下の段からダボを合わせて上へ上へと、ロケットが少しずつ高くなるにつれて社長も小学生の頃の気持ちを思い出してきたそうです。そして完成です。半世紀前、模型屋さんのガラス越しに見上げることしかできなかったロケットが今机の上に立っています。高さは86センチ。あの頃は買えなかった憧れを今は自分の手で作れる時代になりました。サターン5を作り終えると、せっかくならもう一つ宇宙の乗り物も作ってみようという話になりました。選んだのはスペースシャトルです。これも NASA が 3D データを公開しています。そのまま印刷してみるとこんな仕上がりになりました。全長は 33.6 センチ。2リットルのペットボトルと並べると少し高いです。実はこのサイズも最初から決まっていたわけではありません。30センチ四方のベッドにどう置けば一番大きく作れるか、そこから考えました。クリアリティプリントにはサポート材や印刷時間が少なくなる向きを探してくれる機能があります。サポート材を減らすためにこの機能を使うと斜めに置いてくれました。この状態で AI にギリギリ収まる大きさを考えてとお願いしました。その結果 33.6 センチまで大きくできました。分割なし、一度の印刷で完成です。ただ NASA のデータはこれカーボベイが開いた状態でした。これはこれでなんか夏休みの研究とか宿題に使えそうですが、やっぱりよく知ってるスペースシャトルとはちょっと違います。そこで AI にこれを閉じた形にしてとお願いしました。するとこれですね。想像していたスペースシャトルが完成しました。最近はこういう少し面倒な 3D データの編集も AI がかなり手伝ってくれます。今回作ったのはサターン5とスペースシャトル。どちらも昔なら買うしかなかったものです。でも今は自分の好みに合わせて編集して自分のプリンターで作れるようになりました。今回これらを作ってみてこのプリンターの特徴がよくわかりました。まず1つ目は30センチ四方の造形エリアが想像以上に広かったことです。この広さがあるとスペースシャトルは分割なし、サターン5も少ない分割でここまで大きくできます。2つ目は密閉型ということです。 ABS や ASA のような素材でも安心して印刷しやすい環境があります。このあたりは今後もう少し試していこうと思ってます。そして3つ目が CFS によるマルチカラー対応です。今回は単色で使いましたが、普段使っていてもフィラメントの送りは安定していて扱いやすい印象でした。つまりこのプリンターは30センチ級の造形エリア、密閉型、そしてマルチカラー、この3つが揃った1台です。価格は12万3000円です。もちろん誰にでも大型プリンターが必要というわけではありません。でも作品の大きさを理由にこれ以上は無理かなと諦めることは随分少なくなると思います。今回は12万3000円の大型 3D プリンタークリアリティ K2 プロコンボを使って子供の頃憧れていたサターン5を形にしてみました。作ってみて一番感じたのは大きいものが作れるということ以上にサイズを理由に諦めなくていいっていうことでした。30センチ四方という造形エリアがあるだけで作れるものの幅は思っていた以上に広がりました。さらに AI を組み合わせることでサイズ調整や分割、それにデータ編集まで以前よりずっと気軽に挑戦できるようになります。子供の頃、模型屋さんのガラス越しにただ見上げることしかできなかったロケット、あの頃はいつか欲しいと思うだけでした。でも今は欲しいものを自分で作れる時代です。大型 3D プリンターはただ大きなものを印刷する機械ではありません。昔諦めていたものにもう一度挑戦できる道具なんだと思います。
今回使ったクリアリティ K2 プロコンボについては概要欄にリンクを載せています。価格やキャンペーンについても最新情報は概要欄から公式サイトをご覧ください。NASA が公開している 3D データへのリンクも掲載していますので、気になっている方はぜひ見てください。最後に皆さんにも聞いてみたいことがあります。子供の頃本当は欲しかったのに手が届かなかったものってありますか？もし今自由に形にできるとしたら、あなたなら何を作りますか？ぜひコメントで教えてください。このチャンネルでは 3D プリンターの便利な使い方、生成 AI と 3D プリンターを使ったものづくりなどを紹介しています。今回の動画が面白かったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。